1時間ほど待ち時間が。1時間。こういう焼きそばを作ったのがひいおじいちゃんで、発祥の店っていう感じでなってますね。瀬戸焼きそばで一番美味しいのがここかなって。はい、どうも、はい、ありがとうございました。豚を煮込んだ出汁がそばに染み込んでて美味しいですね。癖になる味です。お客さん一人一人の笑顔のためにっていう、そういう意味合いで一生ってつけてるんで。お父様は何年前からお仕事をされてるんですか？10年ぐらい前。公務員だったんで、60まで。息子さんが創業された。あ、そうです。はい。今は瀬戸焼きそばって言われてるんですけど、こういう焼きそばを作ったのがひいおじいちゃんで、僕のおばあちゃんとかおばあちゃんの兄弟とかでお店をやってたんですけど、焼きそば福助っていう名前で焼きそば屋をやってたんですよ。一番最後にやってたのは僕のおばあちゃんの弟が店主としてずっと福助をやってたんですけど、病気でちょっと亡くなっちゃって閉めることになって、その時僕19歳だったんですけど、継ぎたかったんですけど学生だったんで反対されて、一度は継ぐのを断念して学校を卒業した後サラリーマンをやってたんですけど、どうしてもやりたいなっていう思いがあって27の頃に焼きそば一生として創業したっていう感じですね。じゃあ瀬戸焼きそばの元祖みたいな立ち位置、発祥の店っていう感じでなってますね。なるほど。特徴って何かあるんですか？定義としては蒸し麺を使うっていうのが一つ、あとは醤油ベースの出汁ですねを使って味付けをするっていうのがもう一つの特徴で、瀬戸市って瀬戸物が盛んな町なので、瀬戸焼きに乗せて提供するっていうのが定義になってるんですけど、うちはもうテイクアウトを専門でやってるんで良きっていうのは違いますけど、一応定義はその3つが大まかな定義になってますよね。瀬戸市民としてはもうソウルフードみたいな感じなんですかね？そうですね。僕のひいおじいちゃんが作ったのが昭和33年頃だって言われてるんで、まだ本当ソース焼きそばっていうのがそんなに世の中にはない時に作ったんじゃないかっていうのは言われてるんですけども、宮前地下街っていう場所に焼きそば福助っていうのがあったんですよ。そこの2軒隣に大福屋さんっていうお店があって、そこもやられてました。僕が聞いてる話ではひいおじいちゃん同士が仲良かったみたいで、作り方を教えて2軒で焼きそば屋をやってたっていう話は聞いてます。これでもほぼ完成の色ですね。なんででも色変わるんですか？かん水っていうのが入ってるんですけど、蒸気で蒸すことによってかん水の作用で変わるって言われてます。僕ずっと検査技師で病院の安全管理とか感染防御とかさ、どういう状態で食中毒が起こるかっていうのが分かるので、まず安全だと思う。生麺の時にくっつかないようにコーンスターチをまぶしてあるんで、それを落としながら出汁をかけた時に入らないんですよね。もう油でコーティングされちゃってて、そういうのを口はしてないんでほぐしてやってます。味が入りやすくするためっていうのもあるんですね。そうですね、はい。
麺が他の焼きそば屋さんと比べて特徴とかってあるんですか？特徴はやっぱりありますね。鼻に抜けるその蒸し麺の独特な香りが強かったり、配合だとかっていうのにもこだわりがあって。大体5時ぐらいからお仕事始めるんですか？あ、そうです。はい。終わりは何時なんですか？終わりはもう受けちゃったら終わりっていう感じですね。僕が持てる量しかやれんのだ。いくら頑張れって言われても、この間も肋骨が折れたし、やれる量って決まってる。大体どのぐらいで売り切れちゃうんですか？大体5時ぐらいまでは持つんじゃないかなと思って作って、今日はちょっと5時まで持たんかもしれない。ちょっと暑いから減らしたの。冷や麦食べたくなったらもううちダメなの。冷やし中華とかそうめんとか今ありますね。繁忙期だとじゃあ時期的にはいつぐらいになるんですか？ゴールデンウィークとかお盆とか連休がある時の方が多いですね。夏休みとか冬休みとか子供がやっぱりいる時の方が混みます。学校行って給食作っとる時は売れない。結構お子さんもいらっしゃるんですね、一緒にお店には。買いに来るのは大体おじいちゃんおばあちゃんお父さんみたいな、行ってきてみたいな感じだと思います。他のところから来たりしないですか？違うナンバーとか。しますよ。1日に2台とか3台とか。前と比べると増えてきてますね。乾かさないと今度出汁が入らないんで、バサバサになるぐらい乾燥させると出汁が入るんで。焼きそば用の麺でそういう工程ないですよね。ないですね。店が始まる時間が決まっとるんで、それまでに作らないかな。毎年1回開けてるんですけど、10円20円ぐらい。それでも追いつかないですね。何が一番値上がるんですか？小麦だとガス代、あとは容器代もそうですし。真っ白なの。今まで最短でどのぐらいの時間で売り切れたことありますか？注文で行けば30分、11時半に売り切れ、注文バーッと入っちゃって。小学校の時はキャンディーアヤとか僕のじっちゃんがね、で僕はじっちゃん子なんで長男で一番最初の初孫なんでじっちゃんが可愛がってくれたんで、そこにある人形もじいちゃんが買ってくれた5月人形、すごい立派ですね。ずっと見とってくれる。戦後本当何もない時に買ってくれたんでよっぽど可愛かったんだね。
勤務されて長いんですか？もうすぐ丸3年になります。もともとお客さんだったのもあるし、定年退職して焼きそば買いに来てる時にパートの広告が出てたので。働きやすいですかね？そうですね。もともと客商売好きなので楽しくやらせてもらってます。12時10分っていうのでいい？第一つお願いします。はい、じゃあ12時10分でね、お待ちしてます。醤油ベースで砂糖で甘辛くしてそこに豚肉を入れて出汁を取ってます。その豚肉も焼きそばと一緒にまた具材として。焼きそばは盛り付け終わった後に上にトッピングっていう感じで焼いて乗せてます。テイクアウトでやってるんで持って帰っても美味しいっていうのが一番目指しているところですね。そのために中までしっかり出汁を染み込ませて焼いてます。焼き時間は長めだったりします？長いと思います。もちもちとした食感にするために麺の中にいっぱい出汁をかけて含ませるんですよ。そうすると柔らかくなっちゃうんで、麺が柔らかくなった麺の水分を飛ばしながら麺の水分調整をしてるっていう感じですね。今に落とした何時ぐらいがいいでしょうかね。まだ空いてますよ。35分で大盛り2個、波が1個、全部で3つですね。お電話ありがとうございます。焼きそば一升です。2、3個でお待ちしております。お名前伺ってよろしいでしょうか。ありがとうございます。以上です。2つずつ。12時10分でどうでしょうか。
いませ。ニコニコですね。はい。よいしょ。はい。はい、どうも。ありがとうございました。はい。大盛りができるかな。はい。ね。大盛り2個1520円になります。大盛り2つね。はい、どうも。はい、ありがとうございました。おいくつでしょうか。はい。肉菓子の大盛りの波が1つずつですね。あと10分ほどかかりますけど、よろしいでしょうか。はい、大盛りの肉巻きが1つずつ。はい。瀬戸なんで、ここの存在はよく知ってたんですけど、ちょっと気になって初めて買いに来ました。持ち帰って家族で食べようと思います。手痛くなったりしないですか？最初手は痛くない。結構な重量ありそうですもんね。私はまだ大将の半分だから最初はやっぱり大変だと思う。夏場は鉄板の前だからね、余計大変だと思うよ。はい、じゃあ10分ます。ありがとうございます。20分お願いします。2本が肉増しになってます。500円の開始です。はい、どうも。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。35分の柴田です。はい、いただいておきます。お少々お待ちくださいね。お待たせいたしました。網が3個、大盛りが2個。瀬戸焼きそばで一番美味しいのがここかなって。他のところはちょっと甘めだけど、ここは昔ながらのっていう感じだもんで、結構頼みます。大盛り1個の柴田さんかな。お待ちください。はい、ありがとうございます。12時40分。大盛りが2個と波が1個。はい、ありがとうございます。はい。はい。40円お返しです。はい、どうも。ありがとうございました。お願いいたします。ここでいいですよ。食べていただいて。はい。10分ほどお待ちいただいていいですか。全部両面でちょっと可愛い。今までお店運営されてきた中で大変だったこととかってあります？一番大変だなってもう常に思ってるのは、毎日毎日気温や湿度が変わる中で同じ味同じ焼き加減で提供する作るっていうのが一番難しいなと思ってます。はい、どうも。ありがとうございます。こちら大盛りね。平均年齢77年。醤油ベースで美味しいよね。自分では再現できない味なので美味しいと思います。そうなんです。ありがとうございます。昔の味のまんまですか？ちょっと変わってますか？僕が味管理しとるんで、昔よりはいいはず。それはもう自慢じゃないけどよ。クスケの時に来てたお客さんとかが来たりとかってありますか？それとはみんな同じ味っていう。僕が3歳の時から食べとるんで、昔なんか食べるもんないからさ、腹減るとやつ。
美味しそうに見える匂いがね、1個余らないかな。ある？波でよかった。はい、用意しますね。お待ちください。大盛りが3個。はい。よし。今からのご注文でしょうか。1時間ほど待ち時間が。1時間。はい、そうです。1時間。まだお願いいたします。すみません。1時間ほどかかりますけど。また来ますとしたら。なしでいいですか。申し訳ないです。予約してくればいいですよね。登録されてはしてない。下のお名前、カタカナと電話番号いただいたら、こちらをお渡しいたします。はい。創業時から電話が予約が入ってたんですか？衣装を作った時は電話なかったんで、電話って取れないなと思って電話はなかったんですよ。でもお客さんのリクエストが多くて、電話の予約がしたいっていう父が手伝ってくれるようになって、電話出れる人手ができたんで作ったって感じですね。ソース1個もらっていっぱいダバダバ食べちゃう。じゃあもう一個ソースね。はい。はい、どうもありがとうございました。創業時お客さんなんか少ない時で何人かやってます？初日にどこにも告知しずにそのままオープンしたんですよ。その時に作ったのが20食ですね。それは20食が一番いい過去です。少ないですね。20食からここまで人気になるのすごいですね。おかげさまで当時流行ってたミクシーっていう媒体の影響でどなたかがミクシーに載せてくれてオープンして1ヶ月そのしないうちに一人じゃできないような感じになって手伝ってもらうようになりました。今やってますので、お待ちくださいね。よく来られるんですか？1回ぐらいは子供の時からずっと瀬戸住んでて食べてたので時々食べたくなるって感じですね。神社の方にあった時からおでんもやってないですね。前の何代目かの方の時から知ってます。他の瀬戸焼きそばも食べになられることあるんですか？やっぱり微妙にみんな味がちょっと違うんですよ。一生さんはお口に合う。好きですね。ありがとうございます。これで首冷やさないと熱中症になります。よいしょ。はい、いらっしゃいませ。あと2個。追加ソースっていうのは1つに1個ずつついてるから多分大丈夫です。実家が瀬戸で今実家に帰ってきてて何回か食べてます。はい、宮前商店街に焼きそば屋さんがあってそこの焼きそば美味しくて食べてて豚を煮込んだ出汁がそばに染み込んでて美味しいですね。昔とちょっと違いますけどでも似たような豚の煮汁を使った焼きそばなんて美味しくて瀬戸に帰ってきたらここに来るって感じ。ご家族分ですか？そうです。みんな好きですね。癖になる味です。いただきます。いただきます。いいよ、ほら食べていいので。これかけてみたらちょっと変わるって言ってたんで、僕は埼玉から来ました。出張でこっちに来ました。ルートイン泊まってるんですけど、毎朝瀬戸焼きそばが出てくるんで、こっちに来て知りました。瀬戸焼きそばが有名っていうのは。ごちそうさまでした。提供時に心がけているなんか接客とかってありますか？僕が接客する時は一生っていうお店作る時にお客さん一人一人の笑顔のためにっていうそういう意味合いで一生ってつけてるんでその辺は気をつけてますかね。うちのその焼きそばを食べていただく思い出だとかお客さん個々にいい思い出を作っていただけて人生の一部として記憶に残ってもらえたら一番嬉しいですね。
2時ですか？そうですね、ちょっとここからちょっと休憩ですね。召し上がってください。あ、いただきます。この岩塩を食べてたこ焼きの概念が変わったじゃないですけど、一気にファンになったって感じです。はい、ありがとうございます。全部マヨネーズ。焼きそばも美味しいし、たこ焼きも美味しい。皆さんの笑顔とか的なもんで通いたいなって気持ちにはなりますね。地域の人に愛されるような居心地のいいお店になるように信頼したスタッフたちと味を守っていけたらいいなと思ってます。おはよう。いらっしゃい。結構和菓子出ます。出ますね。暑くなってくるとこの下の段の夏季限定のものがよく出ます。じゃあお子さんとかだとわらび餅人気です。たこ焼き屋さんに和菓子ってあんまない組み合わせ。そうですね。珍しいねとは言われるんですけど、姉がもともと和菓子屋さんで働いてて、私はたこ焼きだったんでちょっとそれを合わせた感じ。なるほどなるほど。はい。ねぎだこの方に書いてある。はい、ありがとうございます。全部マヨネーズ。たこ焼きの生地に一番こだわっていて、私はもうたこ焼きは生地が命だと思ってるんですけど、かつおだしをたくさん使っているので、たこ焼きの生地だけでもかつおだしの香りがふわっとするような味わいがあるんですけど、一番こだわってるところになりますね。最初はなるべくそれを殺さないようにソースとか醤油ももちろんいいんですけど、塩で食べてほしいっていうのでおすすめの岩塩っていう味があるので。タコって何かこだわりはあります？ずっと同じタコを使ってるんですけど、大ぶりのタコで
で火を入れるとタコって品種によっては縮んだり硬くなったりしちゃうんですけど、縮みにくくてプリプリっとした食感が残るようなタコを使ってます。いいの、めっちゃ嬉しい。これめっちゃ美味しいよね。ありがとう。期間限定メニューがあるんですけど、それをちょっと今からここにやります。今日と明日はそれが販売する会。たこ焼きの前身って言われてるラジオ焼きっていうんですけど、ご存知ですか？名前だけは。こんにゃくと牛すじを煮たものを入れるんですけど。姉のさきです。妹のかなです。お店の方は何歳の時に始められたんですか？私が26歳の時ですね。名前の由来は26歳の時はたこ焼き屋でアルバイトしながら OL みたいな感じでやってたんですけど、たこ焼きを自分でやりたいなって悩んでた時期に、四季桜っていう桜の品種の名前なんですけど、愛知県の豊田市にあるたくさん咲いてるところ見に行く機会があって、四季桜の特徴としては寒い時期に桜が咲くんですけど、11月末くらいその桜を見に行って、寒い中に咲いてる桜がすごくかっこいいなと思って、それで勇気が出たというかきっかけになったので、その桜の名前を取って四季桜にしました。お姉さんはもともと何されてたんですか？妹が起業した時は和菓子屋で働いていて、声かけてもらって一緒にやり始めました。声かけてもらった時ってどういうお気持ちでした？嬉しかったですね。私もたこ焼きを焼くことが好きなので、普通にプライベートではご飯に行ったりとかで仲良くしてたので。いえいえ、どういたしまして。ラジオ焼き1つと、素焼き1つ、煮焼きそば1つ。24年1月からですね、そこからずっと通ってる感じですね。2週間に1回かそのぐらい。自分最初いろんなたこ焼き屋行ってたんですけど、ここを知って食べた時にだしの味が美味しいと思って、屋台限定のメニューがあったりとか、あと和菓子も美味しいですね。どうもね。たこ焼きの
1泊セットを2セット欲しいんですけども、どちらか1つはネギだとを両方ともお願いします。ネギだとのお味はどうされますか？ソースでイカ焼きを2枚。はい、12時。予約してください。はい、ありがとうございます。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。4種盛りを、4そばを6個、うな重焼きを2つ、2番目。かりんとう4個。塩豆大福2。買えるのはありますか？そばのうな重焼きを。はい、そう。ありがとうございます。普通に確認お願いします。キロが3つの普通盛りが1つ。で、大盛りはお持ち。はい、おそばですね。はい、できてます。できてます。このたこ焼き美味しいね。なんかトロトロしてるし、店舗の方が雰囲気がいいし通っちゃうかな。毎週来るかな。定期的に期間限定があるのがいいよね。じゃあかりんとう豆を2つください。ありがとうございます。
ありがとうございます。たこ焼きとかって値上げの影響はあんまないですか？すごくありますね。例えばタコですかね。タコは2倍近くに上がってますね。安くて小さいものとかも出回ってるんですけど、やっぱりそういうのには変えたくないんで2段階ぐらい上げたかな。ちょっとずつなんですけど、たこ焼きに関してはあんまり上げてなくて、どっちかというとイカとかはちょっと上げましたね。イカは本当にすごく仕入れ値が上がっちゃったので、したい気持ちはあるんですけど、やっぱ小さい子がお母さんからお小遣いもらってきたりとか、そういう子たちもいるって思うと簡単には上げたくないなっていうのがこうお店と並行して移動販売行ったりとかしてなんとかやってます移動販売って主にどこに行くんですか？毎月行ってるのが愛知県の豊川市、できるだけ名古屋から離れたところを回って地方のお客さんに食べてもらえるように、北の方だと丹羽郡大口町とか春日井市とかいろいろ回れるようにしてますね。移動販売の時に美咲さんも行くんですか？僕がメインというか、撮影に2時間ぐらいかかるんですよ。車から全部荷物を下ろしてテント立てて、さっきとかどっちかは必ずお店にいますんで、鉄板の前だとね50度超えてくるんで12時間ぐらい外にいるんで、お店だとテイクアウトがメインなので感想を聞くことってなかなかないんですけど、お客さんが目の前で食べてくれて感想を言ってくれたりとかするんで、すごくやりがいありますね。持って帰りです。レオさんお盆待ってます。ありがとう。レオさんありがとうね。ありがとう。おはよう。おはよう。いらっしゃい。ありがとう。来始めたのが4年ぐらい前かな。出店している時に初めて、その時に美味しいなと思って、それからもう通い始めて、出店のところは全部追いかけて、この本店ができてからもう週末は朝ごはんとか昼ごはんを兼ねてでもう来てるって感じですね。焼きそばも美味しいし、たこ焼きも美味しい。応援と好きだから食べに来てるっていう。岩塩人気ですね。一番人気です。そうなんですね。始まりです。塩だれそばのネギ多め1つと、イカ焼き1つと、りんとうまんじゅうを3つと、冷やしみたらしを1つと。自動販売も行くんですけど、そこにも来てください。もうお店のファン的な感じですか？もうファンです。お店の温かさとか、スタッフさん皆さんの笑顔とか的なもんで、やっぱ通いたいなって気持ちにはなりますね。目玉焼き食べてます。
岩塩のマヨなしが一番好きですね。ここのお店のこだわりであるその和風だし一番引き立つので美味しいですね。ここを知る前はやっぱたこ焼きといえばソースみたいな感じだったんですけど、ここの岩塩を食べてたこ焼きの概念が変わったじゃないですけど、で一気にファンになったって感じです。気づいたら大体毎週土曜日は最初行ってて、後半になってきたら土日は大体必ず来てる。ステンレスボトルでこうやってペットボトルと保冷とかにも使えるんでたこ焼き4パックセット3種類とネギポンでおむそばを2つお願いします。おむそば2つとたこ焼きの岩塩1つとたこ焼き以上でありがとうございます。お二人で運営されてて大変だなって思うこととかありますか？仕事上で最初は屋台だけだったので雨風とかそういうことはすごく大変だったんですけど、気の合う仲間たちでやったのでそこはすごく助かりましたね。大変な業務内容だったんですけどみんなで楽しみながらっていう感じで。あ、わかりました。いらっしゃいませ。ラジオ焼きがお二つでお間違いないですか？ありがとうございます。お時間12時半ですね。はい、ありがとうございます。お待ちしております。だし醤油で6個入りかな。あ、はい、じゃあ2人前を両方です。
大高本店が地域の人に愛されるような居心地のいいお店になるようにしていきたいなと思ってますので、2店舗目を出店するとかお店を拡大できるだけしたくなくって、フランチャイズしないですかとか声かけてもらえることあるんですけど、自分たちの目の届く範囲で信頼したスタッフたちと味を守っていけたらいいなと思ってます。いらっしゃいませ。こんにちは。お客様とかに伝えたいこととかありますか？たまに常連さんでも声かけたいけどかけていいのかわからないとか、写真撮りたいけど遠慮されてる方とかが時々いらっしゃるんですけど、全然声かけてもらって嬉しいので、仲良くねお話もできたら嬉しいなと思います。声かけてください。こんなんマジ漫画でしか見たことない。1キロとこの唐揚げ15個を普通に食べちゃう人いるんで2キロ。唐揚げ10個ちび盛りになります。量が多い。めっちゃ美味しい。うまい。お願いします。完食唐揚げ小盛りですね。はい、ゆっくりどうぞ。うまお疲れ様です。大体 200g を4等分くらいにしてます。50オーバーくらいです。どれぐらい鶏肉を使用するんですか？週末で72キロくらい。お肉の部位はももと胸のミックスでやってます。ももがメインで、ちょっと食感のアクセントに胸肉をちょっと入れてるっていう感じです。どういったお客さんが多いですか？平日はサラリーマンとか現場の方が多くて、週末はファミリー層が増える感じですね。
来月2周年になるんで、本当そこから働いたので2年ですね。今15個ずつ袋に詰めてる感じです。1人前が大体15でやってるので、一番大きいので、ももが12ぐらいで胸が3ぐらい、それを袋詰めをして早く出せるように。大体何グラムとかわかるんですか1キロぐらいです。1キロペロッと食べちゃう方もいらっしゃいますいますよね。プラスご飯1キロみたいな。1キロとこの唐揚げ15個を普通に食べちゃう人いるんで。じゃあ合計2キロ2キロ。まさにわんぱくですね、1日の油ってどのぐらい使うんですか？週末とかだと継ぎ足しで1缶は親子で働かれてる。そうですね。うちもともと実家が自営業だったので、ずっとは一緒に働いてたんですけど、まさかここでも一緒に働くとは。私も前は寿司屋さんお店やってたから、働くことに関しては何とも思わない。ボケっとしたこと嫌いですから、思いとった方がいいです。18です。高校卒業したばかり。ちび盛りで 250g で、小盛りで 500g で、わんぱく盛りで 1kg あります。あ、あります。人気な味変アイテム、マヨネーズは鉄板ですけど、甘いの好きな方はスイートチリソースとか梅練りとかだとさっぱり食べれるし、ポン酢も結構出る、塩とかかける人もいるんで、カレーも結構人気ですよ。ご飯進むみたいな。試してみてください。おいくつなんですか？私ですか？21歳です。21歳になりたてです。こうですよ。こっち私ね。できてる。できてる。
盛りになります。失礼します。失礼いたします。やんちゃ定食のご飯ちび盛りですね。ボリュームがすごいいいんですよ。すごいですね。ご飯とか山盛りだけで美味しいです。何でした？ワンパクジャックさんよく来られるんですか？久しぶりですね、来たの。1ヶ月ぶりぐらい。ワンパクジャックさんの好きなところって何かありますか？量が多い。めっちゃ美味しい。はい、ありがとうございます。こちらスタンプカードのお返しになります。ありがとうございます。1キロありますけど、よろしいですか？お茶碗4杯分です。豚骨で、はい。お願いします。やんちゃ定食のわんぱくですね。しました。失礼します。ごぼうです。
美味しいです。近くなんですけど、ずっと気になってて。ハンバーガーする目引きます。ごちそうさまです。お疲れ様です。お願い。はい、お願いします。よいしょ。はい、どうぞ。満席です。お汁2個ちょうだい。お願いします。お願いします。よいしょ。はい。はい、行きます。唐揚げ5。出るよ。はい、5個。はいよ。美味しいです。はい、オレンジ。10。これとこれ。それする？ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。またお願いします。
はい、どうぞ。よいしょ。いきます。よいしょ。失礼いたします。あれのチキン南蛮ちび盛りですね。はい。このご時世珍しいですよね、ここまでっていうの。もう一丁。はい、じゃあ、はい、行きましょう。できました。唐揚げ15個のわんぱく盛りです。大体なります。うまい。一緒。めっちゃ美味しい。お店始めたきっかけ。始めたきっかけ。小さいお店を2店舗やってて、従業員もおったし、大盛りのなんか店を出したいなっていうのを考えてて、雰囲気もいいなっていうロケーションを合わせてここになったんで、もうね、僕は高校を2日で卒業して、大学っていうかなんですけど、そこからもうずっと飲食なんで、16歳ぐらいからずっと飲食店、焼き鳥、焼肉とかいろいろやってきて、最終的に行き着いたのは定食屋がやりたい。自分の今したいスタイルが今これですね。バンバクジャックさんの一番の売りっていうのは量
ベアブリックってクマさんとか飾ってあるんですけど、子供たちが来た時にまた来たい店のおもちゃあげたりとか、何か僕あげるのが好きなんです。それがこの大盛りになっていって、ただ今価格がどんどん上がってきたりもあるもんで、ちょっと困ってるところもあるんだけど、なるべく値段以上のものをあげたいっていうスタイルがこの形になった。